サムライチャンネル。サムライチャンネルへようこそ。今回はこのクラッチ交換を行っていきたいと思います。実は昨年ね、クラッチへのグリスアップ動画っていうのを作ったんですけど、その時にね、もうクラッチを交換しなければならないなというふうに思っていたんですけど、ついつい伸び伸びになっていまして、草刈り直前でのこのタイミングで交換を行っていきたいと思います。昨年チャンバーに交換しまして、ついついね、そのサウンドの心地よさからクラッチに負担をかけてしまってはいるんですけど、今回 Amazon で買ったこの800円の激安クラッチ、こちらに交換を行っていきます。さあ、それではまずはチャンバーから取り外しを行っていきます。チャンバー部分はスプリング3つで止まってるだけですので簡単に取り外すことができます。そしてこのエキゾーストパイプもですね、ネジ2本で止まっているだけですので、こんな風に簡単に取り外すことができます。そして続いてタコメーターへのケーブルをね、取り外すんですけど、ここで気づくんですよ。タコメーターつける前にクラッチを交換しとけばよかったなと。相変わらず段取り悪いなぁと思いながらね、このトップカバーを外していきます。続いてエンジンとシャフトと分離していきます。4本のネジで止まっているだけなんですけど、ここはね、しっかり締めてあるので、いきなりね、電動ドライバーだと緩めることができませんので、一度ね、ドライバーで緩めてから電動ドライバーを使用しています。この電動ドライバーもね、もう少しパワーがあるとね、便利なんですけどね。さあ、ネジを4本外したら、エンジンを分離していきます。それではクラッチの取り外しを行います。私はね、このインパクトで一気にね、外してしまいます。2本のネジを外しますと、こんな風にね、間にワッシャーがかましてありますね。そしてクラッチにはね、向きがありますので、しっかりこのね、矢印の向きを確認しておくようにします。そして気になるのが取り外したクラッチの状態ですよね。どんな状態かというと、なんじゃこりゃーって感じですね、これ。もう地金が出ていて、よくこれで使えてたなっていうのがね、もう不思議な感じがするんですけど、クラッチの摩耗ってなかなかね、変化に気づきにくい部品かもしれませんね。そしてここでね、新しいクラッチと並べて比較をしてみたいと思います。もう並べるとね、一目瞭然で違いがわかりますよね。新しいクラッチは、かまぼこみたいにシューの部分がね、もう熱々としてますよね。クラッチのシューの厚みがこれだけ違うと、遠心力でね、このクラッチが広がっていった時に、アウターに当たるまでの距離も長くなるので、これはね、アクセルのレスポンスに大きく影響していた可能性もありますね。いや、しかしね、なんでもっと早く交換をしなかったのかというね、ことなんですけど、交換しなかったというよりね、気づかなかったっていうのがね、正直なところですね。それと摩耗以外にね、もう一つ気づいたのが、このね、スプリングのね、強さですね。新しいクラッチはね、スプリングを開くときもね、しっかりしていて、硬いんですよね。ところがですね、この古いのは、もうね、ゆるゆるですね。もうね、グラグラした感じがしますね。もう一度新しいクラッチを確認してるんですけど、やっぱりね、スプリングがね、しっかりしてるんですよね。取り外したクラッチは、シューの摩耗だけじゃなくて、スプリングもね、へたってるような感じがしますね。スプリングがね、緩いということは、エンジン回転をあまり上げなくても、つながりやすい状態にはなると思うんですけど、クラッチのシューがここまで摩耗していればね、それなりにやっぱり回転を上げないと、摩擦が発生しなくて、動力の伝達がうまくいってなかった状態かもしれませんね。さて、それでは新しいクラッチの取り付けを行っていきます。新しいクラッチのね、ネジ穴が少し狭いので、付属のね、取り付けネジを使っていきます。そして付属してきたね、このワッシャーなんですけど、倍ぐらい厚みがあるので、ワッシャーはね、従来のワッシャーを再利用していきたいと思います。
そして取り付けの際注意しなければならないのが回転方向の向きですね。クラッチに矢印がついていますので、取り外した時と同じ向きになるように組み付けを行っていきます。そして取り付けの方も無事にポン付けでね、簡単に取り付けできるのか心配だったんですけど、ぴったりとね、ネジ穴もあって簡単に取り付けができそうですね。ただネジのね、種類が今回変わってしまって、以前はね、六角レンチでのネジだったんですけど、今回はね、六角ボルトでのね、締め付けとなりますね。ボルトの締め付けもインパクトでね、行ってしまいます。このインパクトはあまりね、締め付けトルクが大きくないので、加減しながらオーバートルクになりすぎないように締め付けを行っています。そして最後は念のため、手で締め付けを確認しておきます。取り付けが終わりましたら今度アウター側を確認をしておきます。特に大きな傷や摩耗もありませんので、薄くね、グリスを塗布しておきます。ベアリング等のね、ガタつきもなくて問題なさそうですね。さあ、それでは組み付けを行っていきます。組み付けはバラした時の逆の手順ですね。この草刈り機の場合には、1本だけね、ちょうどここのネジ、ここだけね、短いので、そこだけね、注意が必要です。電動ドライバーね、便利なのでつい使ってしまうんですけど、最後の締め付けはね、しっかりと手で確認をしておきます。そしてこのタイミングでね、スターターロープを引けるかどうかもね、確認しておきます。いや、しかしね、車やバイクと違って、草刈り機ってこんな簡単にね、メンテナンスできるっていうのもね、いいですよね。まあ、敷居が低いと言ったらいいですかね。車やバイクをね、カスタムをね、自分でやってみたいっていう方がいたらね、やっぱりね、基本はこの草刈り機カスタムからですよね。まあ、メンテナンスも含めてね、自己責任にはなってしまうんですけど、こう、機械いじりをね、学ぶにはね、いいマシンじゃないかなというふうにね、思いますね。そして、2サイクルエンジンのエキゾーストノートをね、楽しめるマシンなんてね、今、草刈り機ぐらいしかないんじゃないですかね。さあ、そんなことを話していたら、クラッチ交換の方が終了しました。さあ、ここからは試運転行っていきたいと思います。さあ皆さん、今回のクラッチ交換いかがだったでしょうか。
もうアクセルをね、煽ってからのこう動力がね、伝わっていくレスポンス。もうね、全然違うんですよね。本来はもう少し早くね、交換するべき部品だったんですけど、定期的に点検して、周の摩耗状況をね、確認しないと、この交換タイミングっていうのは、意外とね、気づきにくい部品の一つかもしれませんね。さあ、やっとこれでね、暴走行為をする準備が整いました。あとは草が伸びるのを待つのみです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やグッドボタン、そしてコメントが私の動画作成の原動力です。ご視聴ありがとうございました。